皆さんこんにちは、ゲキチです。スターフィールドのモッド、すごいことになってますね。怒涛のごとくリリースラッシュが続いています。ただ現状はゲームに新しいものを追加するというよりもですね、モッダーの方々によってスターフィールドというゲームが作り直されているという印象を受けます。今回はそんな凄まじい執念でスターフィールドをリビルドしていくモッダーのフィックスを一気に見ていきます。それでは始めていきます。ではまずはシステムや UI 周りのモッドを見ていきます。一つ目はバカアチーブメントイネーブラー。こちらはモッド導入やコンソールを使っても実績が解除できます。ちゃんと導入できていればコンソールを開いたとき、警告文が表示されなくなります。で、二つ目はバカクイックフルセーブ。F5 キーによるクイックセーブを通常のセーブに置き換えます。これで簡単にセーブデータが細かく刻めますね。3つ目、スムースシップレティクル。宇宙船周りの UI アニメーションを 30fps から 120fps に引き上げます。もともとはコンソール用に設定されていた 30fps の制限を解除することで、ちらつきもなく非常に滑らかなアニメーションに変わります。宇宙船だけでなく、ほぼ全ての UI アニメーションを 120fps 化するファイルも用意されています。4つ目、アンディレイドメニュー。メニュー画面を開いた時の奇妙なフェードインアニメーションをカットして、素早くメニュー画面を表示します。ゲーム中何度も開いたり閉じたりするメニュー画面ですが、この作業ストレスを緩和してくれます。素晴らしいモッドですね。5つ目は、ベタ HUD スニークピーク。大幅な HUD 改善モッド、ベタ HUD の最新バージョンですね。こちらはイマーシブモードで導入しております。イマーシブモードでは通常ほとんどの UI が表示されませんが、スキャナーモードにしたり、一定ダメージを受けたり、酸素が不足してきたり、戦闘がトリガーされた時など、特定の条件のみで UI が表示されます。フォールアウトのイマーシブ HUD をイメージすると分かりやすいと思います。で、最新のスニークピークでは、スキャナー円環ブラウンディスプレイや、エンハンスドプレイヤーヘルスバーの互換パッチが使えなくなったはずなんですけども、なぜか使えてしまいます。少し挙動はおかしいんですけども、試してみてください。6個目は、スター UI HUD。スター UI の HUD 版ですね。ついに HUD 版も来たという感じがしますね。こちらのモッドでは、インディの数値をいじることで、各 UI のサイズやカラーを変更可能です。そして何より素晴らしいのは、完璧にオーバーホールされたクイックコンテナ。クイックコンテナには各種専用のアイコンとソート機能がつきます。右にはアイテムカードが表示され、アイテムの詳細がその場で確認できます。一度使い始めるとですね、とてもバニラの UI には戻れない凄まじい HUD モッドです。で、試しにカラーと時計のサイズを変更してみたんですが、ちょっと異別な感じになってしまいました。テスト的に、セットしてみたんですけども、あまりの自分のセンスのなさに驚きました。一応変更できたということで勘弁してください。大丈夫か。7個目ですね。エンハンスドダイアログインターフェース。選択肢のダイアログのデザインをおしゃれなものに変更します。バニラと比べると全然違うのがよくわかりますね。で、こちらのモッド、複数のプリセットが用意されてはいるんですが、動画は以前のバージョンのもので、現在の最新バージョンには11種類の美しいプリセットが用意されてますので、ぜひそちらの方もご確認ください。ここからはスターフィールドのビジュアルを強化したり変更するものを見ていきます。まずはニュートラル LUT ノーカラーフィルター。スターフィールド特有の緑がかった色合いを取り除いて、自然で明瞭な見栄えに変更します。カラーグレーディングが素晴らしくてですね、どんな場所でも見やすく美しいビジュアルが表現されています。9個目のモッドは EXE エフェクトテクスチャエンハンスド。大規模なエフェクトオーバーホールモッドですね。爆発やマズルフラッシュ、血しぶき、炎。
単純な AI アップスケーリングではなくてですね、手作業で書き直されてますので、テクスチャやメッシュの形状が明らかにバニラとは異なります。そしてこのモッドは現在も更新が続いており、将来的にはさらに多くのエフェクト関係が更新されるとのことです。10個目ですね。Eye of Beauty Starfield Edition。美化モッドの定番といえばこれですよね。スターフィールドにもやってきました。目のテクスチャをリプレイスするモッドです。芸術的とも言える高彩なデザインはですね、スターフィールドエディションでも健在です。キャラクター美化の第一歩としてまずは、このモッドを導入していただきたいと思います。11個目はビューティーサラフェイステクスチャ。先ほどのキャラクターはこちらのフェイスプリセットを使わせていただいてます。ただしフェイスプリセットとはいえですね、現状のスターフィールドにはプリセット保存機能がないので導入には少し手がかかります。コンソールコマンド SLM14 でモッドに付属しているスライダーの画像通り調整してキャラクリした後、そのキャラクターの顔をコンソールコマンド CAPP14 でさらに移植します。手間はかかるんですけども、テクスチャもプリセットも本当に美しいものなのでぜひ導入してみてください。何？そしてサラだけではなくてですね、アンドレアのプリセットも用意してくださってます。こちらも導入方法はサラと全く同じですね。画像通りスライダーを調整して CAPP14 でアンドレアに移植します。これほどのキャラクタービジュアルを手に入れるためなら少しくらいの手間は気にならないですね。ただこの先ルックスメニューのようなですね、モッドが登場してこういった素晴らしいプリセットをもっと手軽に使える環境になると本当に楽しいでしょうね。13個目はついに来ました。待望のボディモッド VBB ボリチュアスボディ for Beauties。バリラのボディメッシュをボリュームのあるものに改変しています。現状では肉自体の置き換えができないらしく、元のボディメッシュをいじることでこのボディモッドが実現しているようです。そしてここで使用しているテクスチャは XS スポーティーセクシースウェット VBB とこのボディテクスチャの相性は完璧ですね。ちなみにこのテクスチャは男性バージョンもあります。14個目、オーソリティアパレルワードローブ。多くのセキュリティ軍事派閥の衣装がリプレイスされます。ただ残念ながらですね、時間の都合上、今回は一部しかお見せできません。申し訳ない。コロリ連合のセキュリティユニフォームを見てみると、カラーがダークな雰囲気に変更されて威圧感が出てるのがよくわかります。ぜひ導入してゲーム内で見てください。今回の動画最後はゲームプレイ関連のモッドです。ゲームプレイを改善するモッドの多くはコンソールコマンドを使用するものが多いですよね。でもそれってちょっと煩わしいというかめんどくさい感じもします。なので今回はその辺のストレスも軽減して導入の手間も省ける有用なモッドを合わせて見ていきます。まずは CCR オートイージーデジピック。くっそめんどくさいデジピックの鍵開けをすごく単純なものにしてくれます。ここであれと思われた方もいるかもしれませんが、なぜイージーデジピックはこのモッドを使うのか。というのもですね、この CCR オートイージーデジピックは CCR コンソールコマンドランナーに対応しています。コンソールコマンドランナーは従来のようにゲーム内でコンソールコマンドを打ち込んだり、イニに追記してバッチコマンドを使うものではなくてですね、TOML ファイルというものを読み込んで任意のタイミングで指定されたコンソールコマンドを入力します。なのでこの CCR に対応したモッドであれば、ただモッドを導入するだけでゲーム内で有効化されます。そして17個目のモッドはアンリミテッドリアルジェットパック。このモッドを導入すればジェットパックの燃料消費を気にせずずっと飛び続けられます。このモッドを使うとですね、そもそもブーストゲージなんていらんかったんやと思えるほど解放された気分で無制限に飛び回れます。というかバリラのジェットパックの使用がちょっとしんどかったという印象は拭えないですね。で、こちらも CCR に対応したモッドです。TOML ファイルをいじれば推進力などを調整できます。
18個目はファスターファーチニックアニメーション。このファスターシリーズのモッドは多くのアニメーションを高速化します。アニメーションをカットしてしまうのではなくて、再生速度を上げるので見ていて楽しくてストレスも感じません。高速化モッドは4つほど用意されてますので、全て導入するのをお勧めします。これぞクオリティオブライフといった感じの素晴らしいモッドですね。19個目はウェポンスワップシャッタリングフィックス。スターフィールドではレジェンダリー効果を多数持つ武器をですね、持ち出す際、インベントリ内の読み込みに時間がかかるらしく、このほんの少しのスタックがですね、ものすごいストレスで、特に戦闘中の武器持ち替え時にイラッとくることがあります。このモッドはこの問題を解消してくれます。そして20個目のモッド、ファイアームツイークタクティカルスプリント。武器を持った状態でのスプリントアニメーションを変更します。とにかくかっこいいです。没入感とはまさにこのことですね。コールオブデューティみたいになります。で、ファイアームツイーク関連のモッドは本当にすごいものがありますので、次回紹介できたらなと思います。今回紹介しきれなくて本当に残念です。最後はオートエイムを解除した状態でゲームをプレイする僕の下手くそなプレイ動画を見ながら終わりましょう。今回20個以上のモッドを紹介しましたが、まだまだ全然足りないですね。そして常に新しい有用なモッドがどんどんリリースされてくるので、逐一追いかけながら動画を作っていくのが、しんどかったというのはありますが、モッドを触っている時は本当に楽しかったです。で、次回の動画はいつになるかちょっと未見なんですけども、きっとまたびっくりするようなモッドがですね、登場して、それを皆様にご紹介できるのではないかと、勝手に思いながら今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。